マッチーズワールドへようこそ。前回の動画で僕のコペン GR スポーツに乗せる折りたたみの電動アシスト自転車としてアイッテの A1TS が納車された様子をお届けしたのですが、残念ながら試運転の際に初期不良が発覚しました。電動アシスト自転車としては安価なモデルなので多少の異音は仕方ない部分があると思うのですが、フロントサスペンションが全く動かない点と勾配のきつい上り坂をアシストレベルマックスで登った際にモーターからビーという大きな音が出る点に関しては明らかに異常だったので、カスタマーサポートに連絡して定型の自転車店で修理を行ってもらうことになりました。その後1週間程度で修理から戻り一通り治っていることを確認したのですが、紆余曲折あってこちらは転勤により急ぎで自転車を必要としている知人に譲ることになりました。初期不良と修理の経緯については特に気にしないとのことで、現在は通勤や日々の用事に使ってもらっているようです。こうして A1TS が僕の手元を離れたことで別の車種を検討する機会を得たのですが、しばらく迷った末にまた同じアイッテの A1TS を購入しました。以前の動画で選定理由をお伝えしましたが、コペンのトランクスペースは形状がいびつなので20インチ以下の自転車でないと干渉して乗せられない可能性があることと、横倒しに車載できてある程度の航続距離があるものを選ぼうとするとどうしても選択肢が限られてしまうためです。今度は初期不良に当たらないことを願いつつ、早速開封していきたいと思います。まずは箱の梱包を解いていきます。前回とは微妙に緩衝材が異なるようですが、今回も丁寧な梱包だと思います。まずはサドルの緩衝材を外していきます。サドルはシティサイクル用と同じような肉厚のものになります。続いてアクセサリー類に欠品がないかを見ていきます。まずはフロントフォークに貼り付ける反射板、電池で光るテールランプ、こちらはキャリアにつけるものなので裏側はネジになっています。シートポストにつける反射板、一応テールランプが反射板兼用のタイプなのでつけなくても法律上は問題ないと思います。こちらは携帯工具になります。六角レンチやドライバーだけでなくソケットまで内蔵されていて意外と多機能ですね。こちらは充電器になります。この手の形状では一般的な大きさですね。充電時間は3から4時間となっていました。あとはタイヤのエアキャップ、そして製品保証書と取扱説明書になるのですが、取扱説明書は A1TS の A シリーズではなく間違えて原付扱いの D シリーズのものが入れられていました。思わずこういうところだよなぁと感じてしまいますが、幸いアイッテはカスタマーサポートがちゃんと機能しているので、後で A シリーズの取扱説明書を送ってもらおうと思います。箱から自転車を取り出します。スペック重量は 16.8kg ですが、組み立て後に実際の重量も測ってみたいと思います。梱包は細部まで丁寧で、この点は非常に好印象です。それでは梱包を解いていきます。
一通り組み立てで形になりました。ちなみに目立つ傷の類は2点ほどありました。1点目は削られたようなホイールの傷です。タイヤを組む際に金属製のタイヤレバーをこじって入れているのだと思いますが、リムプロテクターを使わなかった場合の悪い見本のような状態になってしまっています。ちなみに後輪だけでなく前輪も同じように傷がついています。とはいえホイールは使っていればすぐに傷がつく部分なので、これは気にしない方向でいきたいと思います。2点目はスタンド部分の塗装剥がれです。何をすればこんなところの塗装が剥がれるのか不思議ではありますが、どうせスタンドの下側はすぐに傷がつく部分なので、こちらも許せる範囲かなと思います。一方、これは問題だと感じたのは、バッテリーの充電口に取り付けるキャップがはまらないことです。どうやってもはめることができず、バッテリー単体の状態でも試したのですが、それでも NG でした。よく見るとキャップの成形不良のようなので、取扱説明書と一緒に部品を送ってもらえるようカスタマーサポートに依頼したいと思います。この後はブレーキレバーやコントローラーの角度調整をはじめ、斜めについてしまっている泥よけの修正やアクセサリー類の取り付けを行います。まずはブレーキレバーの角度調整を行います。これはある程度乗って最適な角度を詰めていく形になるので、この時点ではざっくりと合わせておきます。コントローラーに関しては、アシストレベルの選択ボタンが一体になっているタイプなので、画面の見やすさとボタンの押しやすさを考えて角度を決めていきます。続いては泥よけの修正になります。斜めについていますが、部品が曲がっているわけではないので、角度を直せば大丈夫です。まずは六角レンチでネジを緩めますが、ここはライトの固定を兼ねているので、ライトの角度も気にしながら作業を進めます。続いて、後ろのプラスネジを緩めると泥よけを動かせるようになります。それぞれの位置関係をいいところに収めれば、泥よけの修正は完了です。次はアクセサリー類の取り付けを行っていきます。まずはリアキャリアにテールランプを取り付けます。ちなみにこちらのランプは点灯のみの製品で点滅機能はありません。続いてシートポストに反射板を取り付けます。テールランプが反射板を兼ねるタイプなのでなくても法律上は問題ないのですが、テールランプの位置が低いので両方つけることにしました。次はタイヤに空気を入れていきます。 A1TS のタイヤチューブは米式バルブなので、Amazon の売れ筋ランキング1位の全バルブ対応空気入れを購入したのですが、これはあまり使いやすいとは言えないですね。バルブの付け外しに伴ってかなり空気が漏れてしまうので、そのうちヘッド部分だけ別のものに付け替えたいなと思っています。コントローラーのボタンを押して電源を入れます。アシストレベルの切り替えは特に問題なさそうです。続いてプラスボタンを長押しでライトをつけてみます。ライトが点灯している時に液晶画面が変更されている点を含めて、こちらも問題なさそうです。この時点で自転車の重量を測ってみることにしました。僕が乗った状態で体重計をリセットしてから持ち上げたところ 17.8kg と出ました。スペック重量が 16.8kg なので 1kg ほどオーバーしていますが、自転車選びの選定基準としていた 18kg 以下には収まっていることが分かりました。続いてバッテリーを充電していきたいと思います。開封から各部の調整までを含めて一通りの作業が終了したので、充電が終わったら早速走りに行きたいと思います。翌日 A1TS のテスト走行で都立小山代理公園にやってきました。公園内を通る尾根緑道はかつて第二次世界大戦時に相模原陸軍造兵廠によって作られた戦車のテスト操縦訓練用の道路だったそうです。
今は公園として整備されており、当時の面影はありませんが、車が来ない数キロの道はサイクリングにもぴったりです。A1TS の走行フィーリングで特徴的なのは、14インチタイヤから想像されるふらつきや不安定さがあまりなく、意外と普通に走れることです。もちろん 700C タイヤの自転車と比べられるものではありませんが、アシストの効く24キロ程度の速度までであれば特に問題ない印象です。少し気になるのはモーターの音が比較的大きめなことで、以前試乗した後輪ハブモーターを採用しているベスビーの PSF1 よりもだいぶうるさいですね。公園内で歩きスマホの人が近づいてくるモーター音を聞いて道の端に避けてくれたのには苦笑いしましたが、異常な音量だと思うほどではなく、ギリギリ許せる範囲かなと感じます。それにしても電動アシストの効果は大きいですね。 A1TS のタイヤは 14×1.95 という太いサイズのものですが、アシストをオンにしていればタイヤの走行抵抗は全く気になりません。走行フィーリングについては5段階のアシストレベルのうち1と2はペダルを踏んでからアシストがかかるまでのラグが大きめで、アシストのパワーも控えめな印象です。アシストレベルを3にすると踏んでからのレスポンス遅れがだいぶ短縮されて違和感が少なくなってきます。一方、漕ぐのをやめた時に少しアシストが続くような感覚が気になってきます。最大のアシストレベル5にするとペダルを踏んでからアシストがかかるまでのラグがさらに短縮されて、アシストされるパワーもさらに強力になります。ただしパワーが上がった分、漕ぐのをやめた後にも少し続くアシストがより鮮明となり、違和感が大きくなってきます。このような特性を理解した上で、平地ではアシストレベル3を使い、勾配のきつい上り坂でのみアシストレベル5を使う運用に落ち着きました。なお、アシストを切った状態も試してみたのですが、太いタイヤとリダクションギアを内蔵した後輪ハブモーターの抵抗が想像以上に大きく、平地を走っていても緩い坂を登っているようなペダルの重さを感じるので、到底常用できないと思いました。もしも出先でバッテリー残量に不安を感じたら、その時点でアシストレベルを1にしてバッテリー切れを防いだ方が良さそうです。率直なところ A1TS を純粋な自転車として見ると未熟な部分がいくつも目についてしまうのですが、この自転車はあくまでかつてホンダのシティとモトコンポが示した6輪生活コンセプトを体験してみたいというコンセプトで買ったものなので、致命的な問題は特にないと感じています。むしろこの自転車をコペンのトランクに乗せて出先の駐車場から散策に出かけることを想像するとワクワクしてきますね。それでは今回の動画は以上となります。次回はコペンのトランクに A1TS を乗せられるようにするべくトランクボードを作成する様子をお届けしたいと思っていますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。